こんにちは。株式会社2ポイントの池内です。今回のご紹介させていただく物件はこちらです。今回も不動産の入札、そういう物件になります。御所から歩いて3分ぐらい。せっかく御所の近くまで来ました。御所には様々な歴史が隠されております。今日は少しですね、その歴史のベールを解き明かすべく少しだけお付き合いください。それでは参りましょう。契約済みの物件です。船江町81坪、間口は 10.5 メーター、道路の付近は 6.4 メーターあります。価格は現在売り出し中の物件です。中京区西行動町、土地は 44.7 坪、間口は 7.3 メーターの道路付近は 5.3 メーター。価格については門一つ一つとってもめちゃくちゃ豪華、すごい造形美、珍しいスポットがあるんですけど、見てみたいですか？御所に参りました。御所の西側の大きな門になります。心財系御門、そういうような、名称が正式名称なんですけど、ちょっと寄っていただいて、はまぐり御門になってます。そしてこちらにもですね、はまぐり御門になってます。この門はですね、こう傷だらけなんですよね。傷だらけの門です。これは何の跡でしょうか？視聴者の方分かりますか？すごい穴が開いて、これはですね、その昔明治維新の時代ですね、江戸のもう末期、長州藩、今の山口県あたり、あの辺りの藩がですね、御所に、攻め込んできたと、そういうような当時守っているのは会津、桑名藩、薩摩藩、御所を守る形でですね、ここで鉄砲の撃ち合いをされて、その時の激戦の跡ですね。弾の跡なんですね。そうですね。弾丸の跡がまだ残ってるんですね。弾丸の跡はなかなかこう生々しいですよね。これもう上ね見ていただいたら、こんななかなかこう構造美ですよね。木造のね。立派なもんで、せっかくなんで御所の中もご確認いただけたらと思います。こちらが正面玄関、御所に入る正面玄関の建礼門。これね、門一つ一つとってもめちゃくちゃ豪華というか、今の建築の技術でねすごいなかなか再現するのも非常に難しいような、構造もすごい素晴らしいんで、ぜひ近くに寄って見ていただけたら。すごいですよね。すごい造形美。ここは正面の玄関でそのまま中に入ってもらってっていうことなんですけどね、普段はここからは入れないので、今は天皇陛下は東京にいらっしゃるんで普段は使われてない。今の金城天皇がご即位された時に皇后陛下もそうですけどお使いになられた玉座といいますか、そういったものがあるんですよね。高御倉っていう玉座、あと御長台。高御倉は陛下がおかけになられる、御長台については皇后陛下がおかけになられる用の玉座で、それが京都御所にずっと置いてあって、そのご即位の時だけ東京の方に持って行って準備されるという、ずっとその京都にね保管されてるそうなんですよ。そういうエピソードをお聞きすると、遷都されてないんかなとかって思ったりもするんですけど、そこが京都人がいい意味で誤解している事情になってるかもしれないですね。はい、こちらですね、見ていただきまして、御所の中にあるんですけど、我々京都人はそれほど馴染みはないんですけど、学習院発祥の地、明治時代の学習院、京都学習院っていうのが、ね、あって、それも並行に、なってるんですけど、ここが学習院の発祥の地ということで、御所京都御苑内に残ってます。ちょっと珍しいスポットがあるんですけど、見てみたいですか？お願いします。さっきの学習院があそこですか？学習院発祥の地があそこで、ちょっと横道にそれていくんで、江戸時代末期、明治維新、それにつながっていくような一つの歴史の1ページなんですけど、皆様大河とかで有名な皇女和宮様のご生誕の地、ここがそのもともと
和宮様の逝去がお生まれになられたところが、有名なのは当時朝廷と幕府、京都と東京の、政治が二分されてるわけですけど、仲良くして日本をしっかり、成長させていこうと、守っていこうと、海外からそういうようなことで幕府と朝廷を融和させるというようなテーマがありました。その時にですね、皇女和宮様と14代将軍の徳川家茂様が婚姻を取り決められたと、その公武合体と言われるような歴史上の一幕なんですけど、その和宮様はこちらでお生まれになられたということで、結構マニアックなはいという、ちょっとそれるとこういうなかなかあえてここに入ってくることもなかなかないのかなと思うんですけど、ここがその歴史的な1ページを作った和宮様の生誕の地ということで、和宮様はちなみになぜこの御苑の中にお家があるんですか？和宮様だけではなくて、いわゆる御設家って言われるようなこの京都御所の周辺を200軒以上のお公家さんのお家があったそうです。もちろん御設家を含めてさまざまな有名なお公家さんも含めて、なので和宮様だけではなく、当時やはりここが政治の中心だったということで、天皇の陛下の周りに皆さんこぞってお住まいになると、そういう歴史がありますね。今御所の北東側に来てます。こう見ていただくと、正方形でも長方形でもなく、ここだけ隅っこの方が切られているような形で、ちょっといびつな形になってます。でこの辺り、このテーマについてはもしかすると占い好きの方ですとか陰陽師がお好きな方にはたまらないネタかもしれないですけど、当時京都の御所を造営された時、造営されるにあたって陰陽道、そういったものを、中心に、京都の防備をするために、造営されてます。ちょうどこの位置が、御所の建物の北東の位置になるんですね。で陰陽道ではこの北東の位置というのは、鬼門になってます。鬼門の位置になってまして、で逆に南西側の角の方は裏鬼門になって、でここの部分に、から邪悪なもの、鬼であったりとかそういったものが侵入してくるので、ここの部分で防ぐために、作られてます。でここちょっと面白いんですけど、ちょっとカメラ寄っていただいて、こうよく見ていただくと面白いんですけど、お猿さんがいるんですね、あちらにね。お猿さんが金網の中に、閉じ込められているということで、でこの鬼門の位置にから災いが来る、そういうふうに信じられてますんで、災いが去るようにこちらでお猿さんを設置されていると、そういうような意味合いがあります。でよくこれもご質問いただく時があるんですけど、なんで金網の中に入ってんのということなんですけど、このお猿さん夜な夜な祇園に遊びに行かれたりですとか、でもともと出身が日吉大社ご出身のようなんですよ。で故郷の日吉大社に帰ろうと試みたりするそうで、もう金網で塞いで帰れなくしてあったらそうです。なんかそんないろんな逸話があるんですけど、ここの北東の隅にはこういうものがあるので、御所いらっしゃったらぜひ見ていただいたら面白いエピソードだと思います。ちょうどこちらの門は先ほどご覧いただいた、建礼門の北側、対になっている門になります。当時はこの門が利用されている当時ですねは、近くに近衛家のお家があったということで、近衛家さんは御設家のうちでも筆頭の非常に大きな価格のあるお家で、別名近衛御門というふうに、呼ばれていたそうです。原則皇后陛下がご利用になられる、そういったように備え付けられた門であるということでございます。義州門、御所の西側にある門になります。主にお公家さんが利用されるそういう門で、歴史的な由来なんですけど、平安京の大内裏の門名を継承しているということで、全ての門に共通してますけど、技術がすごいですよね。木造の組み立ての大工さんのすごい技術の集積ですね。
先ほど北東側の表鬼門に対して南西側の裏鬼門でございます。今回はお猿さんはいらっしゃいません。はい、大きな木があります。これはまた由緒がすごいですよね。清水谷家の無垢、要約しますと西園寺家さんの分家に当たられるのご邸宅があったところですね。でこの無垢の木は清水谷家さんの敷地内に数本あったと。はい、で有名な清水谷実成さん、当時お読みになられた、和歌ですね。流れゆく音ぞ寂しく花鳥の春も止まらぬ庭のやり水。御所なんで、歴史がすごい凝縮されてますね、京都のね。だからこうまじまじと見るとね、やっぱりこう一日いても終わらないんじゃないか、一つの歴史のテーマパーク。2ポイント。今回は、御所南の、京町屋を隠した京町屋入札情報になります。見ていただいている通り、今回は連棟の住宅京町屋になりますね。前回視聴者様から不動産の連棟の部分、大切なところを説明した方がいいよというご指摘をいただいたんで、まずそうですね、連棟の住宅っていうぐらいなので建物同士が密着してくっついたりしてるんですね。密着してるだけだったら解体後にどうしても土カビが出てきたりしてしまうので、お隣の方のそこを補修するということだけで費用はかかるんですけど、それで済むんですけど、代わりに柱一つの柱でそれぞれの建物が支えられているような場合もあるんですね。そういった場合はその柱を残してあげて解体する必要が出てくるということが一つ注意点であります。でもう一つはやっぱりもともと共有の柱を使って2つで1つ、あるいは3つで1つ、4つで1つというような構造になってるんで、自由によし今日解体しますっていうような形にはなかなかできなくて、連棟の住宅お隣の方に解体をしますという承諾をいただいてやることが不動産取引上一般的になってます。でこれ所有者の方にだけ承諾を取るということではなくてですね、賃借人さん、そこにお住まいの方の承諾もいるということが原則になっております。もちろん解体後の境界のこともありますよね。土地の境界、今の境界線っていうのがですね、もともとの決めはった時の方がずっとご存命でいらっしゃれば揉めることもないのかもしれないんですけど、今一つの参考にさせていただくのが構図と言われるものが法務局にですね備え付けられてあります。でこの構図がもともとは明治時代に行われた地租の改正という歴史がありまして、税金を課すためのですね図面を作る必要性があったということで、そういう図面を作られています。ただ当時地租の改正、税金を課すためにもともと作られていたものですから、割とこう風を少なくするために少なく測ってたようなケースもあったそうで、あんまり参考にならなかったりはするんですが、少なくとも敷地の形状ぐらいはこれで合ってるんだろうなというような風な解釈で図面を見るときには理解しております。実際今回の物件っていうのは、京町屋になりますか？現状の見た目モルタルで塗られておりますんで、なかなか京町屋とは判断できないんですけど、近隣の同じような建物、構造状況、客観的に見て、おそらく京町屋に該当しているだろうなと。これについては歴史的な意匠を残している、構造体を残しているとか、昭和25年以前の陶器があるとか、あるいは陶器がなくてもですね、京都市に建物が建った時の風の利益を確認していただいたりとかすることで判断をさせていただきます。今回も入札なんですけど、そもそもじゃあいくらぐらいなんですかっていうようなご質問、皆様から様々ご意見いただくんですけど、周辺の不動産の情報、お取引の事例、ご契約の事例ですよね、今売り出している事例、そういったものを今回の動画でもご紹介させていただこうと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。今現在売り出している物件です。中京区の毘沙門町、東向きの土地になってます。土地の大きさは82坪、間口は 9.31 メートル、価格は4億9998万円。現在売り出し中の物件です。中京区西行動町、土地は 44.7 坪、間口は 7.3 メーターの道路幅員は 5.3 メーター、価格についてはですね1億8690万円です。現在売り出し中です。
現在売り出し中の不動産です。中京区西高堂町、土地の大きさですけども49坪、間口が 7.7 メーター、道路幅員は 5.2 メーター、価格は2億2000万円です。はい、こちらは契約済みの不動産です。毘沙門町62平米18坪、間口は 4.7 メーター、価格は7200万円。はい、契約済みの物件です。船江町81坪、間口は 10.5 メーター、道路の幅員は 6.4 メーターあります。価格は5億円です。はい、ありがとうございました。はい、最後は境町御門の前でご挨拶をさせていただきます。とても重厚感のある趣、威厳のある門の前で、お話しするのもちょっと恐縮なんですけど、私映るのが今日は御所から入札の不動産のご紹介させていただいたり、近くの売り出し事例、ご契約が終わった事例、そういったものもご説明させていただきました。不動産ご興味ある方、歴史にご興味ある方、いろんな方がご視聴いただいているかとは思いますけども、こんな動画撮ってほしいとか、そういったご希望、ご質問も含めて何かございましたらですね、下の弊社の問い合わせ窓口からお気軽にご連絡ください。今日もありがとうございました。